はい、こんにちは。合気道 F ラボです。今回も型動画ということで、今回は、こちらです。はい、正面打ち2強ですね。4級の時は型取りやりましたけど、はい、ここで、正面打ち2強で、正面打ちは1強から4強まで3級の課題技になってますけれども、はい、これ特にどの辺をポイントに見ていたらいいでしょうか。2、3、4は持ち替えですね。そうですね。それぞれちょっと持ち替え方が違うっていうところを、しっかり確認したいところですね。はい。ということで、早速、お手本動画の方からいきたいと思います。どうぞ。正面打ち2強ですね。古い言い方でしたら1箇条とか2箇条、3箇条という言い方、それから和名なんて言ってるのか、別の呼び方として1強は腕押さえですね。もうごめんね、文字通り腕で一つしてしまう腕押さえですね。で2強は小手回し。小手回しです。でこの時にまず相手の重心縮めんからちょっとだけずらして相手が立ちにくい状態を作っておいてください。で小手回しです。で小手回す時に親指を引っ掛けるようにして持ち替える持ち替え方、手のひらと手の甲を密着させて持ち替える持ち方、これどちらでも結構ですよって。ここで親指を引っ掛けるようにというのと、手のひらと手の甲を密着させるようにと、いうのがありますね。で小手回しなので小手回ります。小手回ります。回っていきます。小手回して、で決めは型取りで説明したのと一緒ですね。で2強の裏なんですけども、うちはちょっと古いスタイルになるみたいです。どうも。私が知っている限りではうちの先生と名前は出していいのかどうかわからないのでニューヨークのうちの先生のさらに先輩筋にあたる先生は手首を取られる。うちの先生はちなみに直接手首を取りながら切り落とし、そのニューヨークの先生は一旦肘を取った後滑らせながら手首を取ると。でも現行というかもうすでに何十年か前から一般的にはやっぱり一強と同じように肘を制して切り落として持ち替えを裏ですけどされてるかと思います。どれでも結構。うちは手首そして先ほど練習した持ち替えですね。で初心者の方は肩で固定、肩で固定ですよね。
まあ、昔はだからこっちだけでも今でもそうです。こっちだけでも決めらなきゃいけないし、こっちだけでも決めたいし、ちょっと押してもらって押してる間ここで肩が決められるっていう肩の固定それぞれを3つ使って。あと一つ前腕に沿わせるようにやるやり方、もうここいろんなやり方があるので型取りの時も言いましたけど、これやりだすとめちゃくちゃ話が長くなるんですけど、前腕に手を沿わせるようなでわしづかみというやり方をこううちやったりもするんですけど、多くの方が押さえてると勘違いしてあって、ちょっといわゆる階段を返して、そう押さえようとするとこう。あるいは突っ張ってみて、これで曲がらない、これで攻撃したらいいんですよってそれまでなんですけど、筋肉の走行こっちにあるからこっちに持ってくる。これ別にこれで押さえつけてるわけじゃないんですよ。形がそう入ってきてるからそう見えるだけですよとか、よく見かける腕を添えて腕で前腕で相手の前腕を押さえ込もうとしてる方よく見かけるんですけど、決してそういうわけではないんですよと。2行の裏で特に申し上げたいあたりはそういうところですかね。適宜審査の時など立ってと座ってとありますけども、基本的には同じことをやります。持ち帰ります。で、この時によく協力してくださる方いらっしゃるんですけど、協力して回されると実は取りにくいので、あまり協力しないで結構ですね。よいしょ。このままやらせてくれた方がやりやすいです。すいません。すいませんね。ここもよく協力して自分でこうしてくれるんですけど、そうすると逆にやりにくかったりするんで。で、さっき立ってみましょう。肩で固定して肩で決めても結構なんですけども、何分近づくので、いわゆる呼吸力がついてきたら離しましょうねっていう考え方もあります。できるだけ離れたところで。決めは一緒ここしっかり決めてくださいと。はい、動画の方を見ていただきましたけれども、ちょっと今日は、質問コーナーお休みということで、決して手を抜いているわけではありません。はい、あと少しずつ見ていただいて方も増えてきて、コメントとかもちょっと入ったりしてですね、興味深いですね。なんかいろんな方がそうですね、ありがたいですね。はい、ぜひコメント欄でいろんなコメントとか、それからやってほしいこととか、そういうもの、質問とかですね、そういうものがあれば、ぜひコメント欄の方に投稿していただいてもいいかなというふうに思います。スタートアップの動画で、お話しした通り、何が正しいとか何が間違ってるとか、そういう話はちょっとできないかもしれませんけれども、我々もちょっと材料としていただいて、ちょっと実際にやってみようとかですね、これはどういうことなんだろうみたいなところをやれたらいいなと思います。今、型動画なので、ちょっと先になるかもしれませんけれども、はい、そういったことにもチャレンジしたいなと思いますので、ぜひコメント、応援の方もよろしくお願いします。それでは、これで、今回の動画を終わりたいと思います。役に立ったということであれば、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ご視聴の方ありがとうございました。